ビッグコミックスペリオールで連載中の機動戦士ガンダムサンダーボルト。次回でいよいよ最終回となりました。生死と同じ宇宙世紀を舞台としながらも独自の物語へと進んでいったことで、なかなか類を見ない展開続きで楽しんでいた方も多かったのではないでしょうか。そんな現在は本編後日談として南洋同盟との戦いに生き残った者たちのその後が描かれていますが、一体この先どうなっていくのでしょうか。今回はそんなサンダーボルトの物語のその後について解説考察させていただきます。なお本動画はサンダーボルト全体のネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。1、時間軸。本作は初代機動戦士ガンダムが描かれた宇宙世紀が舞台ですが、徐々に独自の展開になっていきました。生死の宇宙世紀だと007912月のアバオア空戦をもって連邦とジオンの戦いは終わり、その後0083のデラーズ紛争までジオン残党の大きな勢力が登場していませんでした。例えば PS3 版ガンダム戦記だと0081を舞台にジオン残党が月面のマスドライバー基地から大質量弾を地球の主要施設に発射するという水天の涙作戦が行われていますが、特に大規模な勢力の戦いというわけではありません。しかしサンダーボルトでは南洋同盟の力が強く、連邦軍が総力を持って戦うという話になっている上に、アナハイムエレクトロニクスが新国家タイタンズを名乗ったため、生死とは全く違う世界へと進んでいくことになりました。本作の時間軸には不明瞭な部分が多く、確実に分かっているのは一年戦争終結から約7ヶ月後に南洋同盟が勢力を拡大し、イオがアトラスガンダムに登場して活動を開始したということだけです。そのためダリルがジオン残党軍から南洋同盟へ所属を移す時期は明確ではありません。またダール火山での戦いの後、サイコザク部隊が宇宙へ向かい、その後に地球連邦と南洋同盟がソーラレイをめぐって戦う一連の出来事についても具体的な年代ははっきりしていません。ただし宇宙へ向かった後、イオたちは月面のアナハイムエレクトロニクスを訪れ、そこでウェリントン卿と会っています。その際イオはゼータガンダムなど次世代のモビルスーツを目にしています。この場面でウェリントン卿が実戦投入は5、6年後になると語っていますが、生死でゼータガンダムが登場するのは宇宙世紀0087頃なので、これと照らし合わせると第3部のソーラレイをめぐる戦いは宇宙世紀0081か0082に起こった出来事であると推察されます。2、勢力図。南洋同盟との戦いが終わった後、アナハイムエレクトロニクスはタイタンズを名乗り、一方で連邦のマクレガー将軍は南洋同盟との戦いですぐに援軍を出さなかったジャブローを糾弾し、地球連邦再建緊急機動軍ユリーカを発足しました。生死でいうところのエウーゴとティターンズに近いようなイメージだと思いますが、タイタンズはアナハイムの勢力で、生死だとアナハイムから援助を受けていたのはエウーゴなので、立ち位置的にはタイタンズが生死のエウーゴとなります。厳密には生死では一年戦争以降、アナハイムエレクトロニクスと地球連邦軍は協力関係を結び GP シリーズ開発を行っていました。しかしゼータガンダムの時代に入るとティターンズによるスペースノイド排他主義が加速したため、月面企業であるアナハイムは次第に連邦軍から排除されそうになっていきました。その結果アナハイムは代わりの勢力としてエウーゴと手を組むことにしていました。ただしアナハイムエレクトロニクスの立ち位置は若干ズレがあると思われます。生死では一年戦争で活躍したガンダムは地球連邦軍が独自に開発したモビルスーツでした。この頃のアナハイムエレクトロニクスはまだモビルスーツ産業に大きな力を持っておらず、0083に連邦軍の要請に基づいて GP シリーズを開発することになります。また UC エンゲージだと GP シリーズへ向けた試作機の一つとしてエンゲージゼロが登場しますが、こちらは0082に開発されています。それに対しサンボル界のアナハイムエレクトロニクスは0081と思われる時点ですでにリックディアスや百式やゼータガンダムも設計しています。これらは後のエウーゴのモビルスーツですが、それだけではなく生死だと連邦軍が独自開発したガンダムマーク2を大量生産しており、さらにアッシマーまであります。つまりまだそれらのモビルスーツは実用化に至っていないと
言及されているものの、実際は正史で連邦軍が開発したガンダムマーク2やアッシマーを含めた高性能モビルスーツの全てを請け負いつつ、将来のエウーゴに相当する第三勢力向けモビルスーツまで0081時点で請け負っていることになります。その結果、連邦軍内に高い影響力を持つことができるようになったと思われます。また、作中でイオがアナハイムエレクトロニクスがモビルスーツ開発に着手したのが一年戦争途中からで、ジオン公国より出遅れていたと言っています。正史だと、アナハイムエレクトロニクスは一年戦争後にモビルスーツ開発で頭角を現した企業ですが、サンボル界ではもしかすると正史よりも早くモビルスーツ開発に進出しているのかもしれません。とはいえ、仮に正史より早くモビルスーツ開発を始めていたとしても、よくて半年程度しか差がないので、そこまで技術進歩が早くなるとは考えにくいところがあります。しかし、アナハイムエレクトロニクスのウェリントン卿は、一年戦争終盤で、フラナガン機関の再コミュ技術を接収したと語っていました。正史のアナハイムエレクトロニクスは、再コミュ技術の入手が遅かった企業ですが、それに対し、サンボル界では、再コミュを持つ唯一の企業とされていて、しかも、モニカのニュータイプ研究所とウェリントン卿がつながっていたので、そういった点も、アナハイムの技術発展の速さにつながっているのかもしれません。ちなみに、オリジン版では、ガンダムは、アナハイムエレクトロニクスが開発したモビルスーツで、一年戦争での連邦軍のモビルスーツはアナハイムエレクトロニクス製ですが、本作では、アナハイムエレクトロニクスの進出が一年戦争途中ということから、サンボル世界の時系列は、原作ともオリジンとも異なるようです。一方で、ユリイカは、発足したものの、モビルスーツの技術はお粗末なようで、最新の量産モビルスーツ、ガンバレットが配備されていますが、ボーマン提督は、アナハイムの最新鋭モビルスーツに比べると明らかに見劣りすると語っていました。連邦軍の機体は、ジム系統とキャノン系統のみになっており、中にはフェイルライダー系列機らしき姿も見れますが、フェイルライダーはジムスナイパー2がベース機なので、ガンダムタイプはいません。ただ、連邦がジム程度の機体しか作れないのかというと、イオがかつて乗ったフルアーマーガンダムは連邦製のはずなので、ガンダムを作れる技術力はあるはずです。ボーマン提督が、ガンバレットのガンダム顔は縁起が悪いので外させていることや、地球の連邦上層部が危機感を持っていないことを踏まえると、連邦軍は技術力があっても、ダリルのパーフェクトガンダムのせいで、ガンダム顔の縁起が悪くなったので、ガンダムタイプを作らないと考えているだけなのかもしれません。結果的に、ユリイカには、木星帰りの男が参加し、木星開発公団の最先端技術によって軍事力が進化することが描かれているので、ユリイカの最新鋭機は、実質白っ子設計のモビルスーツで固められることになると思われます。また、ジオン共和国は、タイタンズについた方が有利と判断したため、アナハイムエレクトロニクス製のリックリアスやハイザックを配備しています。このような勢力図から、まさに、正史のエウーゴに該当するモビルスーツプラスアルファを有したタイタンズが、ティターンズに相当する白っ子陣営のティターンズ系モビルスーツと戦っていくことになります。なお、ダブルゼータガンダムらしき機体が登場しましたが、もしかしたら、ゼータガンダムチラ見せの時のように、本機も、まだ、未完成の可能性はありそうです。3、正史の人物たち。本作でもう一つ気になるのが、正史の主要人物がどうなったのかという点です。第1部の段階では、正史と同じ流れで一年戦争が進んでおり、ガンダムという名前は白い悪魔として語られていました。そのため、アムロは正史同様一年戦争で活躍していたと考えられます。そのため、一年戦争後は、本作でも変わらず地球連邦軍によって幽閉されているのではないでしょうか。また、本作では、ダリルの活躍によって、ガンダムは不吉な存在として捉えられてしまったため、なおさら、連邦内でのアムロの立場は、危ういものになっていると思われます。つまり、結果的には、正史と同じように幽閉され続け、全く外へ出られない状態になっていると思われます。そして、最終的には、タイタンズの働きかけによって救出され、タイタンズ所属となっていく可能性があるのではないでしょうか。シャアに関しては、一年戦争でジオンが負けた後、一部の者たちと共にアクシズへと向かいました。その後地球圏へ戻り、エウーゴの一員として戦うことになりますが、この時、ティターンズのスペースノイド弾圧に対抗するために戦う、
という理由でエウーゴに入っています。しかし、本作のタイタンズは、自ら独立を宣言した新国家で、しかも軍事力は連邦よりも上。さらに、その理由からジオン共和国も加わっているくらいなので、タイタンズは特に圧政を強いられておらず、シャアのようなジオンの名を継ぐ指導者を必要としません。そのため、そもそもタイタンズから呼ばれないのではないでしょうか。ただ、アクシズ軍は地球へ戻りたいはずなので、ジオン再興を掲げて帰ってくる可能性があります。そのため、シャアはタイタンズに所属して戦うというよりは、ハマーンと共にジオン再興のために戦う可能性はあるかもしれません。ちなみに、その路線で考えると、タイタンズが連邦軍に幽閉されているアムロを救いに行くというイベントがなくなる可能性が出てくるので、アムロはタイタンズの一員にならず、どこかで民間人として過ごすだけになるのかもしれません。次にカミーユについてです。カミーユはグリーンノア1の学生でしたが、ガンダムマーク2を強奪し、そこからエウーの所属になっていきました。しかし、本作では、ガンダムマーク2の設計がアナハイムエレクトロニクスによるものです。正史では、グリーンノア1で、ティターンズがマーク2の試験運用を行っていましたが、本作だと、その試験が行われるというイベント自体が存在しません。そのため、仮に、ジェリドから運命の一言を浴びせられていたとしても、マーク2を強奪するというルートがなくなります。そのため、ガンダムパイロットにならないのではないでしょうか。続いて、ベラーズやガトーのようなガンダム0083に登場した人物についてです。ベラーズやガトーは、一年戦争でジオンが敗北し、連邦に従属させられる中でジオン再興を夢見て、ベラーズ紛争を引き起こしました。しかし、本作では、ジオン共和国がタイタンズの傘下につくことを選択しています。しかも、その結果として、リックリアスなどの最新型モビルスーツが配備されています。これは、ジオンの軍事力が、正史よりもかなり強化されており、タイタンズの庇護下にあることで、連邦から一方的に圧迫されるという状況を避けられていることを示すのではないでしょうか。つまり、サンボル界では、連邦とジオンのパワーバランスが、正史と逆になっている可能性があります。そう考えると、ベラーズたちが、わざわざコロニー落としを画策する理由はなく、むしろタイタンズに協力していれば良いはずです。むしろコロニー落としを目論むものなら、タイタンズから潰されてしまい、メリットがありません。そのため、本作の世界観においては、彼らは、普通に、ジオンの軍人としてタイタンズに協力しながら生きているのではないでしょうか。では、コウはどうでしょうか。コウはトリントン基地のテストパイロットですが、本作では、タイタンズはガンダム開発をしている上に、連邦は、ガンダム側は縁起が悪いと認識してしまったので、アナハイムエレクトロニクスの新型ガンダムテストが連邦基地で行われるわけがありません。そのため、コウは、ガンダムに乗る機会がなくなると思われます。また、ガトーもガンダムを強奪するというイベントがなくなるので、コウと出会う機会もなくなるはずです。そのため、コウは、ジムやキャノン系のテストパイロットを務めているだけに止まると考えられそうです。また、コウは、連邦にいる限り、アナハイムとのつながりがなくなるので、ニナと出会う機会も失われます。そのため、ニナもガトーと共にいるのではないでしょうか。ということで以上、サンダーボルトの世界のその後に関する解説考察でした。皆様は、どんな未来が待ち受けていると思いますか？ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本、動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。